日本で書道家をしております刺繍と申します。今回は日本の4つの文化を紹介するにあたり、それぞれの文化の魅力がより伝わるように書体や色や形で描き分けました。お能は世界で最も古い舞台演劇と言われています。お能の世界に浸ってみると、最初はその動きの少なさに驚くかもしれないんですが、私たちの五感が非常に研ぎ澄まされていくことがわかるんですね。神秘的な世界でありながら、日本の中では非常にステータスの高い文化でもありますので、最も高貴な色と言われています紫色を少し用いて描きました。No is performed in a space of utmost simplicity. From the left appears the protagonist, played by the shite main actor. The protagonist is often a god or other spirit, a sacred presence that is usually invisible in this world. This play features the goddess of autumn, a spirit that loves the red leaves of fall. In the climax of the play, the goddess emerges from her shrine.竜田の曲目は
竜田姫という女神を中心に描かれておりまして、そしてその竜田の神様の住まいされている深陰病々とした世界というものを表現していく曲目になっております。竜田がもみじをめでているということで、神様が自身の気持ちで舞っていくという、そういう舞にでございます。日本に、この世界にこんな芸能があるんだなっていうことを体で感じていただければ幸せです。狂言は笑う劇です。といっても、今の時代のコメディとか漫才とかとは異なっていて、人の不完全な部分に対しての寛容さがあって、でこの狂言を見ていると非常に感じるのは希望なんですね。ダメな人でも頑張っている人でも誰に対しても希望があるということで、狂言の言という口の部分に希望を感じる黄色で表現しています。Like No, Kyogen developed in the 14th century. In contrast to the mysterious world of No, Kyogen depicts the humor in the lives of ordinary people. Kyogen expresses gestures and emotions with set movement patterns. This play shows a wife angry with her lazy husband. 腹立ちや腹立ちや、これはいかなこと。撃ち殺しての今日、止めてくだされ。この桃で撃ち殺しての今日、この桃で。Women in Kyogen are all strong. の怠け者だったりダメな旦那さんを愛情があるからこそそういうふうに少し背中を押すように喋るというかな、弱い人間を称えるまたはその応援するキャラクターっていうのも非常に狂言では出色というかね。それは人間の可愛らしいところもあればちょっと憎たらしいとか嫌なところもあったりいろいろしますよね。そういうのを全て映しますけれども、それに対して否定的ではないですね。それぐらいを許容するっていう大きな心を持とうか、笑い飛ばせるくらいに思うかっていうようなところが狂言の非常に素敵なところなんじゃないかと思いますけどね。文楽は一つの人形を3人の動きによって命を宿す
舞台芸術です。そのため文楽の文字にはその繊細に動く人の指のような印象を持たせています。そして文楽の魅力である太夫、三味線、人形使い、三業一体となって織りなす表現なんですが、それはどれが勝ってもいけない、劣ってもいけない、しっかりと調和していく。ですので文楽の中にグリーンを、優しい丸を入れています。我心民我が子たちもこのごとく怪しい Bunraku Puppet Theater was born in the 1600s. It's a theater of the common people in Osaka, a city of merchants. 大阪の町で起きた事件などを扱った作品を事件があった1ヶ月以内にやるというワイドショー的な演目がたくさん出てくるんですね。それで自分の住んでる町で起きた世話物の事件っていうものを見に行こうかっていう庶民に愛された演劇だったと思っております。一般に声や声楽は歌うと申しますけども、文楽の太夫さんというのは語ると言います。たくさん出てくる登場人物の感情をお客様に伝えるということが一番大事なので、語るという表現を使っていると思います。こんなにね、いろんなね、人間のね、本音をね、カンカンに言うてね、腹をとえぐるような芝居はまあない。私はほんまこうや、こんなこと言うてるけどほんまこうやね、僕はこういうことが言いたかったというのが文楽なんですよ。義太夫なの。人間でいうとパントマイムなんですよ。けど哀楽は全身でこう見せてるんですね。ですから言葉がこう通じない国へ行ってもこちらの表現したいことっていうのは通じてるとは思うんですけどもね。それが人形のすごさかな。歌舞伎は日本の伝統芸能の中でも比較的新しい文化ということもあって、新しいことにどんどんチャレンジしていく。ですがそれは伝統に新しい価値観をこう上乗せしたり上書きするのではなくて、伝統はたとえ個人が羽目を外そうとも新しい価値観を生もうとも揺るぎないもの。歌舞伎と言われるように派手さとかあでやかさが歌舞伎の中にはありますので、そのあでやかさを赤と、そして、書のかすれで表現しました。
Kabuki is popular theater that began in the 1600s. 歌舞伎っていうのはもう常に時代の最先端を行くような芸能だったんですよね。もともとはやっぱり庶民の娯楽ですから、そういった面白いと言われた要素が全て凝縮された芸能なのではないですかね。The main characteristic of kabuki is that it is visually spectacular, with dazzling poses called mie. Men in female roles, and dynamic staging techniques. For 400 years, kabuki has both changed and refined the tradition. やっぱり代々先人の方たちが大切に演じてきたお役を現代生きる我々も演じさせていただくわけですけど、それでやっぱりいい型というのは残っていくわけで、そういったものを我々も勉強して体に入れて、なぞるわけですね。Recently, kabuki has been paired with digital images. Cho Kabuki combines a live kabuki actor, Shido Nakamura, with the virtual singer Hatsune Miku. 再び花を咲かせてみしょう。超歌舞伎って、新しいことやってるんですけど、全部古典なんですよ。いわゆる歌舞伎の古典を守りつつ、その中でもこういったスタイルもあっていいじゃないかという現代への挑戦ということかな。日本の伝統芸能はそれぞれが持つ長い歴史の中で、その人が生きている時間だけではなくて、それまでに培われてきた時間も含めて生きてるんだなと思ってます。